よし、おはようございます。なんか小さい音量。やっぱ小さいのなんでだ？ちょっと待ってよ。こうか？これなら多少いける？なんか小さい気がするな、やっぱり。おはようございます。一旦始めます。占い師の麦穂アンでございます。この配信では、今日をちょっといい日にするをテーマに。あれ今日ちょっといい日にするをテーマに配信活動や動画の更新をしております。なんか音量が小さい気がします。カズマさんおはようございます。今日も来てくださってありがとう。小さいな。どうしたもんかなあ、いや、角度か。角度だな。さては。ちょっと待って。角度困っちゃった。角度か。まあ、それはそれで、ちょっと調整はしながらにはなるんですが、みんなと最近あったいいこととか嬉しいことを、聞いていきたいと思います。みんないかがお過ごしでしょうか？ポケポケで、マスターランクの5000位以内に入りました。おー、あれだよね。ポケポケは、あれだ、ポケモンのカードゲームのやつ。よね、多分。だよね。やるじゃないっすか。やるじゃん。あれやってないんだ、私実は。なんかみんな楽しそうにやっとるなとは思いつつ、なんかこれ以上私がゲームに割く時間を増やしてしまうと多分ね、いろんなことがおろそかになるからやれないんだけどさ。でもちょこちょここうガチャの結果とか見かけておりますよ。あ、まるさんもこんほおはようございます。今日も来てくださってありがとう。なんかね、マイクの位置が悪いねって話をしながら、いいこととか嬉しいことの報告をちょっと聞いてたところです。多少これでマシか？気持ちだな。やっぱここだな。ここを見なきゃいけない。ちょっと待てよ。難しいっすね。決まんないな。どうしたもんかな。ちなみに麦穂のね、今週あったいいことか。でも今週あったいいことはね、この間ちょっと話したかもしれない。って話したと思うんだけど、作業配信中に話したんだけど、すごい久々に、こう、自分の頭の中を整理することができまして、おかげさまで。うん。そう、なんか、久々にちょっとこう、なんかね、初めは相談の予定じゃなかったんだけど、ちょっと結局話聞いてもらってるうちに相談になっちゃってで、こんなにしっかり相談乗ってもらっていいんすかみたいなところまで、ちょっとお話を聞いてもらえちゃったこと。そう、あれは本当にありがたかった。ポケモン、タブンネね。タブンネ出るんだ。まあ、出るか。タブンネ可愛いよね。ポケモン自体は一時期やってたから、ちょっとだけわかるんだけど、ポケモンカードゲームはね、やってないんだよね。多分ねは、経験値がいっぱいもらえる。そういう話じゃないか。そう、なんかそんな感じでね、私は、そうね、ちょっとこう、思わぬところで、自分が悩んでることをちょっと相談というか吐き出すことができてしまい、ありがたいと思いながら、まあでもちょっとね、今回その相談に乗ってもらうことになっちゃった方は、本当にいろいろとちょっとお世話になりっぱなしなので、なんかね、なんかの形で恩返しできればいいなっていうのを改めて思ってる。いや、でもこれ結果出すのが恩返しだよなとも思っているところです。そうなんだよ。難しいね。難しいって言うと難しくなるな。
そこがやっぱ一番だな。で、あのー、あとね、あれなのよ。これがね、私の場合、不安のトロとはちょっと実は違ってて、不安のトロはね、あれだよ、私の場合ほら、職業上、自分がそれを聞く仕事だから、人に対してそれを、なんていうのかな、無料提供させるようなことは、しないようにはしてるんですけど、今回の場合は、どちらかというとなんかね、戦略的な話とか、あとはそのサービスの中のこう抜けというか、まあなんか、設計不良の部分をちょっと見つけてもらったみたいな感じですね。いやでもまあこれはこれでな。これはこれでな。ね。そう。だからあれね、サービス説明させてもらった時に、こことこことこの辺ちょっとなんか抜けてないとかぼやけてないとかっていうのを教えてもらっちゃったっていう話だね。そうそう。そういう感じです。でももしかしたら不安の相談になったのかな。いや、わかんないな、そこは。そんな感じでございますよ。まあでもそうね、そう、コンサルっぽい感じ。そう、コンサルっぽい感じ。そう。そう。いやー、てかまあ大体麦穂が悩むってそこだからさ。事業の、気持ちの部分では基本あんま悩まない。事業の部分で、悩んで、ちょっとこう、感情が引っ張られるときはあるけど、そうね。まあでも感情が引っ張られてるときはさ、結局、動いてないときだからさ、麦穂の場合はね。そう。そうなんです。そうなんです。だからね、悩むだけ私の場合は本当に無駄なの。悩んでる暇があればやれだから。まあでもあんまりなんかね、なんだろうな。賞味だって。私もさ、結構相談乗るのは他の占い師さんに比べてちょっと高いから、なんか、金額動向っていうのとはまたちょっと違うんだよなぁとも思いながら、でもこれは払ってない人間が言えねえんだよな今回払わなかったうさちゃんにそんなお金じゃないんだよなみたいなことを言うのはまた違うんだよないやでも本当それはそれでね、話の延長でそういうことを教えてもらえたから本当にラッキーだったなっていうのも実際ある。まあ、ね、そこはそことして、今日が実はですね、満月でして、ダリアスさん、ともみさん、今日も来てくださってありがとう。よかったらゆっくりしてってね。さっきあったいいこととか嬉しいことの報告をしてるところですよ。そう、なんだっけ。そう、今日が満月って話だ。そう、今日満月でさ、すでに、サブスクプランご加入いただいてる方たちには、あれを、コラムを配ってるので、そっちで詳しいことを確認いただけたらなとは思うんですけど、満月って結構感情が揺れやすいタイミングなんですよ、それこそね。そう。で、落ち込みやすくなったりとか、そういうのがあったりとかするって言われてる時なんですけど、今、今週というか今日が、そもそも今って蟹座の太陽が蟹座に位置してる、時期なので、蟹座シーズンなんですけど、で、蟹座の、180度向かい側ってヤギ座なのね。から今回の、満月はヤギ座で満月になってます。で、この満月のタイミングってやっぱりこう結構感情が揺れやすい。で、まあ一番だから感情が揺れるのは太陽ヤギ座シーズンの月蟹座の時かなとは思ってるんだけど、太陽が蟹座に入ってるシーズンだから、満月自体も結構強く出るんじゃないかなっていうのを麦穂は感じているんですね。実際この時期って結構感情入れやすいよっていう人多い気がしてて。で、厄介なのがっていうのもあれだけど、ちょっとあれなのがさ、しんどいなって多分思いやすいのが、ヤギ座って行動の
行動をするとか積み重ねるとかっていうのが得意な星座なんですよ。そうで、たださ、こう積み上げてる時ってさ、行動を起こしてはいるんだけど、結果が伴うまでに時間がかかったりするじゃん。で、ヤギ座自身はその行動をしてもすぐ結果につながらないっていうこととかは承知してるから平気なんだけどさまあでもそうもなんていうのかな、言えないというか、もっとこうまあいるよ、もっと早く結果が欲しいっていうヤギ座もいたりとかするんだけど、とかもっと楽な方法ないかなって言って模索するヤギ座もいるんだけどさでも基本的になんかこう努力してきたことってさ、ちょっとずつ変化が出てきたりとか、ちょっとずつ芽が出てくるみたいなことが起きるじゃない。でも感情はそういうのってちょっと苦手なのよ。今起こしてる行動が本当に結果に結びつくのかなっていうのを考えるのはやっぱりちょっと苦手だから、ちょっとしんどい思いをしたりとかしやすいんだけど、そうからなんていうのかな、今日の満月結構不安とか葛藤みたいな部分っていうのがちょっとこうぐるぐるっと出やすいタイミングなのね。ただこの不安とか葛藤に対してこう意識を向けてる時に今回の満月の、感情の整理とか、あとは次に踏み出す一歩をなんていうのかな、効率のいいものにするっていう感じかな、っていうところに関してはすごい力を貸してくれやすくなる満月ではあるので、麦穂もちょっとね、ちょうど満月になる時間ぐらいかな、ちょっと確かね、明け方に満月になってるんだよね、今回のヤギ座の満月。そう、そのタイミングで結構なんかこう寝つけなくてさ、うわーってなってたんだけどうわーって珍しくなってたんだけど、そう。ただなんかそういう不安とか葛藤とかの部分になんかこう目を向けておく。で、なんか何が不安なんだっけっていう部分をちょっと改めてこう整理をしておく。優先順位をつけておくっていうのをやっておけると、今回の満月は結構力借りて次に進むとか、次の新月に向かって心地よく進んでいくみたいなところに力借りて貸してくれやすい満月なので、なんていうのかな、まあね、ちょっとこう自分が言語化しづらいモヤモヤとかっていうのをなんか外に出していくみたいなこと、だからこう不安とか葛藤だよね不安とか葛藤に対して目を向けていく。でそれに対してなんかこうなんていうのかな、整理をつけていく、人に話すとかね、そうっていうことをしていただけるとやっぱりいいよっていうタイミングなので、ぜひぜひそこへやってもらえるといいんじゃないかなって思います。今週のいいことありがとう。たまたま寄ったブックオフで気になっていた漫画が全巻揃ってて即買いした。なるほどね。よかったね、よかったね、それは。全巻揃ってて一気買いしたってことか一気買いしたんだな、この感じは。すごいな。いや見つかってよかったね、それはね。よいしょ、という話もしながら。でもな、確かに私自身も結構さ、なんかこうやっぱ思ったよりてか、そもそも7月のさ運勢自体がさ、こう大きい目標とちっちゃい目標を作っておいてちょっとずつやっていきましょうっていう流れなんですよ。でなんか私自身も結構なんかみたいな感じになってるっていうのかな部分がちょっとあって、そうでもね、そこをなんとかかんとかこう抜け出していけてる感じがあるから、もうやっていくしかないね、本当にね。そうで、なんかご縁があったらご縁があるし、ご縁がないならご縁はないっていうのはね、これまでのところで、よいしょ、麦穂自身もかなり自分で認識をしてる部分ではあるから、なんか前向きにやっていくしかないなみたいな気持ちだね。よいしょ。ただなんかどんな人とご縁があるかがわからないから、そういう縁をいろんな人と結べるように行動を起こしていくっていうのが多分大事なんだよね。そうなのよね。
みたいなことをここ最近ずっと思いながらやってますはい。お待たせしました。よいしょ、ちょっと待ってね。画面を切り替えます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。出てきた。なんか映ってんな。これが、こうか。はい。OK。じゃあ、今週もというか来週の運勢も見ていこうと思います。いつもの説明通りにはなっちゃうんですけれども、こっちのカラーカードを使って、来週1週間のまずエネルギー状態っていうのを見ていきます。はい。なんか来週1週間、こういうイメージになりやすいよ、こういう雰囲気になりやすいよっていうのを見ていきますね。はい。で、よいしょ。その後にライダー版のタロットカードを使って、12星座別の来週の運勢を詳しく見ていきます。はい。っていうとこですね。まずじゃあ、エネルギー状態から見てまいりましょう。先週バイオレットで、なんかバランスの取れた1週間を過ごしましょうみたいな状態だったんだけど、このバランスっていうのがね、どんなバランス取りたいかっていうのが人によって違うからねって話をね、してましたね。はい。で、来週はどんなエネルギー状態になりやすいのか。まあ、ここで、このエネルギーになりやすいよっていうのを意識してもらえると、来週ちょっと動きやすくなったりとか、行動に移しやすくなったりとかっていうのを手助けしてくれます。はい。サファイア。体を再生するのサファイア。体を再生するか。そうね。サファイア。でもやっぱ感情的な痛みなのかな。まあ特に今日だよね。特に今日です。特に今日満月でこう感情の揺らぎが出やすい人、いやなんかさ、満月の影響を受けやすい人っているんだけど、まあこれで影響を受けやすい人のちょっと何割かは、今日満月だからって言って全部満月のせいにするタイプの人っていうか、なんだろうな、満月っていうところに意識が向きすぎてしまう人は体調崩しやすかったりするんだけど、満月の力借りる時のコツとして、体調を崩しやすくなるっていうところ以外の部分にちゃんと意識を向けると、感情の揺らぎが起きにくくなったりとか、あとはその行動に移すことによってちょっとこう体調の変化っていうのがね起きづらくはなるんだけど、とはいえちょっとこう影響を受けやすいよっていう人もいると思うし、先ほどもお伝えした通り、今月の満月はちょっとだけパワーが強いので影響をいろんな人にも与えてくるかなという気持ちはしております。で、そうするとどうなるかっていうと、やっぱりこう体の不調とかに影響して精神に来るんですよね。疲れるとか、あとはイライラする、っていうところになんていうのかな、出やすくなる、不調が出やすくなるんだよ。そうだな。そうなのよね。メンタル不調って実はさ、一番初めに体から来るのね。体の調子が悪いっていうところ、頭痛だったりとか、なんかお腹が痛い気がするとかね。なんかそういうのが先に来て、でその後に不安だなとか、体調悪いなっていうか、なんか憂鬱だなとかっていうメンタル不調が来るんですよ。で、メンタル不調が出てるってことはもう結構体が疲れてる状態だから、意識的に休まなきゃいけない状態になってるのね。実は。そう。で、ただ、このメンタル不調の方法に向き合う方法ってコーピングとかっていう風に言うんだけど、なんて言えばいいかな。この休むっていうのがただ単純に何かこう寝るとか、規則正しい生活をするとか、そういう人もいます。もちろんいますよ。いるんだけど、気をつけてほしいのが、
根本原因を解決する休み方じゃないと、結局その気分不良っていうのが治らない場合があるっていうところ。そう。気分不良まで陥ってる時にやってほしいのが、自分が何をこんなにしんどく感じてるのかなっていうことなんですよ。うん。何をこんなにしんどく感じてるかな。何が原因でこんなにしんどくなってるのかな。つまるところ、ストレッサーを確認してほしいんですね。でさ、例えばさ、ストレッサーがさ、何か自分がこう、行動の変化を起こさないと対処できないもの。例えばさ、めっちゃ仕事が忙しいとか、あるとするじゃん。まあ逆でもいいんだけどまあめっちゃ仕事が忙しいとするじゃん。で、自分でもう抱えきれないぐらいになっちゃってて、で、それでなんかもう憂鬱だという風になってる場合、これってさ、上司に相談してさ、役割分担もう一回し直してもらうとか、そういう対処が必要じゃない？自分で全部やるとかじゃなくて。そうそうそう。から、そこじゃなくって、ちゃんと自分のストレッサーに対して、対処をする。それこそなんかこう、すごくストレスのかかるような愚痴の多い場所にいるとか、なんか信用できない人ばっかりいるとかっていうところだったりとかして、で、なんかそこのグループとどうしてもこう、なんか仲良くっていうか、そのグループの近くにいなきゃいけないみたいな感じにまあ、いなきゃいけないわけではないと思うんだけど、実際はでそういうのが聞こえてくると。で、これに対して嫌だなって思ってるみたいな。そういう場合はそこからやっぱりちょっとこう自分が、その中で我慢するんじゃなくて、フェードアウトをしていくみたいなことをやっぱしなきゃいけない。んだよね。行動の変化をしなきゃいけない。ストレッサーの原因から離れるとかね。そのストレス原因に対してどうやってアプローチするよみたいな話になってきます。それをすることによって、だんだん体調が良くなってきたりとか、ストレスから解消されたりっていうところが出てくるのね。うん。そうだね。から、なんか、耐えるのが本当に、正しいのかというか、正しいのか、それとも、なんか自分の、行動をやっぱり変える方法がいくつかあってみたいな。そういう話なんだったらちょっとやってみてほしいなって感じ。で、どれがストレッサーがよくわかんないよっていうパターンの時には、誰かに話をするみたいなね。ことで解消していくっていうのも良さそうだなっていうような1週間ですね。まあでもこれ、主に今日の話をしてる気がするわストレッサーからちょっと距離を置くとか何でもいいんだけど、ストレッサーの対処をしましょうっていうのはちょっと今日は特に言われてる感じはあるので、まあなんか、来週1週間かけてこのストレッサーどうするか問題、また改めて考えていきましょう。はい、っていうところです。じゃあ12星座別でまた見ていきますよ。なんかカード切ってる間にね、よかったらチャンネル登録と高評価、押してないよって人いたら、押しておいていただけると励みになります。毎週このね、占いの時間結構私自身も楽しみにしてるんだけど、やっぱさ、その週その週で高評価とかって結構ばらつきがあったりするからさ、あれですよ。うん。高評価が多いと、やっぱちょっとね、麦穂もね、月にお牛を持っているものなので、数が増えるのは嬉しいのよね、売り上げの桁が増えるのと高評価の数が増えるとか、チャンネル登録が増えるとかっていうのは、純粋にめっちゃ嬉しいのねからぜひぜひ、お願いできたらと思います。高評価はね、ただですからね。チャンネル登録もね、ただですからね。ただ麦穂が桁が増えて嬉しいな、うふふってなるだけだから。よいしょ。ぜひご協力ください。ここ。はい。どこまでカメラに映ってるかよくわかってないんだよねはい。もうちょいかな。もうちょいかな。6、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、
22。なんか最近お羊座波すごくない？お羊座。どうした？元気か？お羊座。なんか、波激しいよね、お羊座。上がって下がって、みたいな。気のせいかな？よいしょ。はい、という感じで。まず、お羊座。お羊座、どうした？話聞こうか。あ、西パンダさん、今日も来てくださってありがとうございます。占いするところです。ちょっとお羊座これほんとどうしたんだろう。そのままズバッと言っちゃうと、ね、これ現実逃避なんですよ。なんか自分が向き合わなきゃいけない課題が、今年多分、王室あるじゃん。なんかこれは人によっていろんな形をしてると思うんだけど、なんか向き合ってる課題があると思うの。で、それから、なんか、逃げてないか？都合が悪いっていうよりは、向き合う方がしんどいから、多分逃げてるんだよね。でもこの感覚めっちゃわかるよ。私もさ、向き合うのしんどいことあるからさ。あるよ。あるよ、わかるよ。で、なんか、最近ちょっとこう、うまくいかないなとか思ってることがあると思うんだけどさ、お羊座の中で。で、なんか思ったよりこう、なんかうまいこといかないなとか、っていうのがあったりとか、こんなはずじゃなかったのにみたいなことっていうのがあったみたいなのね。うん。で、まあ、今週そういうことにちょっとこう、向き合わされる感じがあるのよ。これちゃんと相談した方がいいと思うよ。なんか、自分一人で抱えてない？抱えてるよね。あんまりその抱え込んでるの、良くない気がする。なんかね、抱え込む、それこそこれさ、さっきのそのストレスの原因っていうのが自分で分かったとしたとして、ただ今のお羊座って一人で自分の現実に向き合うのが怖いタイミングだっていう風に出てきてるのね。そう。だから、自分一人で全部対処しようとか抱え込もうって言うんじゃなくって、誰かに話した方がいいと思う。なんか空回ってんじゃないかい君は、もしかして。で、空回ってるっていうことを多分自分自身でも認めたくないし、なんか、そう認めたくないしみたいな部分もあるんだろうね。で、なんだろう。そうだな。なんて言えばいいかな。なんかね、いやでもやっぱ向き合いたくないのよ。向き合いたくないのよ。で、いろんな要因、それこそなんかお金とかリソース、自分の時間的リソースとかいろんなあれがあるのかもしれないんだけど、これ話した方がいいよって私は思うな。人に相談することでちゃんと整理とか解決方法を見つけた方がいいんじゃないかな。なんか自分が思ってたようななんかこう進み方を今してないと思うから、ちょっと自分のその現在地の確認も兼ねて、ちゃんと話を聞いてもらった方がいいと思う。はい。ぜひご検討ください。そんな感じのお羊座です。お羊座どうしたっていうスタートからだったから、ちょっと長めに時間取っちゃったよ。で、一方で、お牛座は結構波に乗ってるのよ。何かっていうと、自分の心の中にある、願望だったりとか、嬉しい気持ちだったりとか、それこそ自分が誇らしいと思えるような気持ちっていうのが出てきやすいタイミングなのね、来週。そう。から、なんだろう。まあ、それこそ数字とかでもいいし、数字でもいいし、食べ物系でもいいよ。食べ物系とか、まあ、五感を刺激するものっていう言い方の方が正しいんですけど、自分が
なんか嬉しいとか楽しいとか、まあそれこそ大好きとか、なんかそういういろんなプラスの感情があると思うんだけど、なんかね、それらを感じられる自分が誇らしいんですよ、来週のお牛座って。うん。そうだね。うん。なんかまあ、自慢のしすぎはもちろん良くないんだけど自慢のしすぎは良くないんだけど、でも嬉しいじゃん、こういうことってあったりとかするとね。そうで、この自分の中にあるこう嬉しいなとか、満たされてるなっていう気持ちっていうのが、まあ、愛されてるなでも何でもいいんですけど、この満たされてる気持ちっていうのを軸にして、次のステップっていうのを考えていけるんですね。そうだね。から、うん、満たされた気持ち、満たされる気持ち、これちゃんとしっかりキャッチしていただいて、うん。で、この後何をするかみたいな話とかっていうのも、叶いやすいタイミングになってるから、ちゃんと、何をやろうかな、何をどういう風にしていこうかなっていうのを、こう、順序立てて考えながらやっていっていただいて、で、そのまま、ゴールに向かって走っていっていただけるといいのかなっていう感じ。何をゴールにするかはちょっとわかんないけどね。人によると思う、そこは。そうね。そんな感じです。自分のなんか夢はちゃんと叶うぞ。自分のその思ってること、叶えたいこと、叶うぞっていう意識ちゃんと持っていただければ、しっかり進んでいけるかなっていうところですね。ズレも起きづらそう。大下さんと。続いて、双子座。双子座が、まあでも双子座キビキビやってる感じあるな、来週。キビキビやってます。どっちにも持っていくのがいいのかな。なんかね、来週ってこう、双子座独特の頭の冴える感じが出やすいタイミングなのね。で、ちょっと行き過ぎると暴君化するからちょっとあれなんだけど、自分がさ、なんていうのこうやっていくことに関して、なんていうのこうしていきたいみたいなのってやっぱあるじゃん。で、自分がなんか、こうやってやっていけると、楽だなとか、そういうことってあると思うんだよね。なんかね、自分が、誰かに選ばれるんじゃなくって、自分が誰かを選ぶっていうような立場って言えばいいか。まあ、てか人間本当はそういう風に動いてて全然 OK なんだけどね。気の合う人としか絶対にこうさ、仲良くなれないからさ、絶対にとか言っちゃった。やっぱ仲良くなるのって難しいからさ、価値観が根底的に同じ人たちの集まりにいる方が、やっぱり楽だし、学生以降というか社会人になってからは特にそういう人たちとの、仲の方が深まりやすいっていう傾向があるんですよね。だから最終的にやっぱ根本ね、自分がどういう人と仲良くしたいのかっていうのがはっきりしていくし、そういう人たちとのコミュニケーションで自分が磨かれていくみたいなイメージだね。ただこれあんま行き過ぎないようにだけはしてほしいなっていう気持ちはあるけど、まあ、そこはちょっと麦穂のエゴな気もするから自分がね、やっぱ自分に軸を置いて自分が楽しいと思えてるかどうかっていうのを、見つめていただいて、で、それが自分が今後向かっていきたいと思っているビジョンと、ちゃんとズレがないかっていうのを改めて確認しながら、なんだろうな、やっぱ人間関係とかもそうなんだけどさ、ある程度こう、全部を取るっていうよりは、なんだろう、やらないこととか取らないものを決めていくっていう側面もやっぱりあるじゃない？そう。から、そういうことをしっかりしていって、自分がどういう人たちと関係値をちゃんと作っていきたいのかっていうのを意識しながら進んでいくみたいなイメージかな。ちょっと今日なんか双子座ふわふわした気がするけど、そんな感じです。はい。よいしょ。
続いて、カニ座。カニ座。カニ座、これは、そうだなぁ。社会。なんだろう、社会だな。社会。漠然としすぎとるわ。社会もうちょいなんかあるやろ。そうね。でもこれ社会だな。社会なんかね、ちょっとこう、カニ座と獅子座って、近い、悩み方をするときがあるんだけどカニ座と獅子座の話、ちょっとこれ関係なかったわ。ごめん。なんか、相談される側になることって多いじゃん、カニ座って。もしくは自分からなんかその人のこう悩みだったりとかっていうのに気づいて、そこに対して大丈夫っていうのを聞きに行ったりとかしてくれる星座だったりとかするじゃないですか、カニ座ってね。そうで、それがカニ座にとってはすごく開運行動だし、私はすごくいいところだと思ってるんだけど、来週ちょっとこう人の問題に巻き込まれすぎてしまうとしんどくなりそうなのよ。なんかこう自分の中でさ、こうなんて言うんだろうな、この人のこと助けてあげたいなとかさ、こういう人の話聞いてあげたいなとかっていうのあると思うんだけど、そこにちょっとこう親切心だけで突っ込んでいくとちょっとしんどそう。やっぱさ、あれだから、自分が整ってるからこそ周りのこと助けられるからね。そうっていう部分ですよ。からなんかね、特にこう精神的な痛みを来週は取っていってねっていうカードが出てきてるから、やっぱり自分をね優先した方がいいよね、そこはね。で、結構これあれだよね、範囲が広い範囲が広いから自分と家族と周りと会社とかね、そういうプライベートな部分とかみたいなところでちょっと範囲が広いので、そうちょっと自分を中心に置くっていう部分を意識しながらやっていただけるといいかなとは思うな。そうだよね。カニ座シーズンだからちょうど誕生日だよっていう人もいると思うしね。そうね、来週、そうだよね、来週から再来週の頭ぐらいにかけてはカニ座の誕生日の人でしょ。誕生日月ぐらいはさ、自分のことをちゃんとこう優先してあげていいんじゃない？とは思うな。その後獅子座の太陽もやってくるけどね。そんな感じです。からなんかあれです、自分がやりたいなとか欲しいなとかっていう風に思ってることでプラスアルファそれが人助けになるっていうのは全然 OK。 そうただし、なんか人の応援のためだけで何かこうやろうっていうのはちょっと違うかもしれないから、そこを軸に持ちながらやってみてっていう感じです。はい、そんな感じです。はい。で、獅子座。獅子座。獅子座は逆に獅子座は逆に困ってる人のこと助けてあげてねだね。なんか自分の力が及ぶというか、自分の力を発揮できるような状態で、獅子座は基本的に自分中心に置くの得意だからさ、何がやりたくて何がやりたくないかっていうのも、棚卸しできてる方が多いと思うんですね、今年は特に。で、そういう状態の中で周りの人が困ってるところだったりとか困ってる部分みたいなところを見つけたときに、それを解決する方法っていうのを獅子座は持ってるのね。いろんな方法で持ってますから、
困ってる人いたら、ちょっとでもこれ積極的になんか自分が声をかけるっていうわけではなく、その人が駆け込んでこれるような体制を整えておくといいかなって感じ。うん。相談に乗るっていうところもそうだけど、もっとスキルを提供するみたいなところもそうですね。自分にできる、自分が持ってるものを相手に渡していく。それを使って解決の手助けをする。みたいなイメージ。なんか、あれだね。このペンタクルのクイーンっていうカードってさ、私の中で、なんか近所の子供にも優しいお母さんみたいなイメージなんだよね。ホワイトシチューを作るのがやたら得意な。なんか、いいよいいよ、なんか食べていきな、みたいな感じの人のイメージなんですけど。そう。で、いいよいいよ、食べていきなっていうのがその自分のスキルだったりとか、なんかその自分の、周りになんか役に立てる何かなんですよね。そう。から、やってみて、受け入れ体制だけ整えておいてあげてください。で、この配信聞いてくださってる方の場合だったら、なんか、獅子座の人は来週ちょっと受け入れ体制を整えてくれてるので、麦穂含めね。はい。自分が困ったなって思ったら、ちゃんと相談しに行く候補の一つとしてとか、なんか自分がこういうことやりたいなって思ってるところの相談先の一つとして、獅子座の人をちょっと候補に入れておくっていうのもいいかなっていうふうに思いました。うん。なんか、いつも以上に優しく接してもらえそうだよ。からそんな怖がらずに行ってみていいんじゃないかなって思います。はい。で、乙女座。停滞気味の乙女座。停滞してんの？停滞してるの？本当？本当に停滞してる？本当にっていう風に聞いたのはね、これ一過性なのよ。乙女座のこの停滞。ただ、停滞してる原因の一つに、自分の立ててる目標と自分の行動がなんか不一致起きてるところは引き続きっていう感じ。これ先週ももしかしたら近い話をしてるかもしれないなって思ったんだけど、なんかね、自分の中にある大目標っていうのが、もともとあった自分の大目標からずれてきてるんですよ、なんか、乙女座。なんか自分のための行動がちょっと起こしづらくなってる感じがあって、やっぱ優先順位付けがちゃんとできてないんだろうな。これまで掲げてきていた自分の目標っていうのが、本当の自分の目標じゃなかったとか、で、ちょっと変わりつつあるのか。根本原因みたいな部分がやっぱり見えてきてない感じがあるな。一応ね、このまま進んでいったとしても、ちょっとスピード遅いなっていう風に感じはするんだけどさ、進めはするのね。で、進めはするし、なんていうのかな。進んでいくことはできるし、なんかまあ、それはそれでどうにかなるのよ。時間の経過を待つっていうのでも全然どうにかはなります。っていう感じだね。どうしたい？自分が。どっちにする？みたいな感じ。なんかやりきってないのかもしれないね。やりきってないの？わかんないな。けどね、そんな感じです。なんか、不完全燃焼を感じるときって何かやっぱ自分の中で、
ずれてるとか、不一致が起きてるとか、なんかこうやらない理由なのかどうなのかわかんないけど、何かしらその自分に不満じゃない、不満がちょっとあるんだろうな。のでね、ここのなんか自分の中の理想と今の自分のギャップを感じたときに、じゃあこのギャップ埋めるためにはどうすればいいかなっていう部分を、しっかり見ていただけると良いんじゃないかなって思うよ。ここの理想と現実のギャップと、あとなんかその、まあこれは麦穂も全然あるんだけどさ、かっこいいから掲げてる目標ってあるじゃん。あるじゃん。かっこいいから掲げてる目標。そう。で、もうそれが本当に、心の中から自分がやりたかったことなんだっけっていうところを改めて見直していくみたいな感じかな。っていう感じです。なんか葛藤があるならその葛藤のやっぱり奥に何かがあるよ。っていうのを改めて言われてる感じがあります。見てみてね。葛藤の奥です。はい、続いて。天秤かな？天秤だね。天秤座。なんか、パワフルですね。なんか天秤座はなんか自分の中のビジョンと行動が一致し始めるっていう感じだね。で、一歩目を踏み出すっていう部分に意識が向きやすくなる。から、なんて言えばいいかな。そうだね。でもそうだな。なんかね、あれなのよ。でも、ビジョンと自分のやりたいことと自分の行動のこの3つが全部こう、バシってまっすぐ一本になっていく感じがある。から、なんか、今週じゃない、来週か。来週の天秤座、ちょっとこう、自分の中にあるこう燃料みたいな部分が、ちゃんとこう燃え始めて、そこに対してエンジンがかかっていくみたいなイメージがあるから、そのままぜひぜひ進んでもらえるといいんじゃないかなとは思うんだよね。あんまりなんかこう、不安なことがないな、天秤座。一致するし、一致させられるし、その方法もなんとなく分かってくれてる。これまでの経験とかから。自分がやりたかったのってこういうことだよね。自分ってこういう風に思ってるよね。で、自分はこういう風にやっていきたいよね。みたいなところを、改めて確認して、で、そこに向かって進んでいくっていう感じだね。だね。で、投資はしても大丈夫。なんかその、それこそこう、一時的に結構大きくお金が動くとか、まあ自分にとってはこの出費ちょっと、勇気がいるなっていう出費かもしれないものに対してお金を使うのは、来週は大丈夫です。なんでかっていうと、失う金額よりも返ってくる金額の方が多くなるんじゃない？この感じ。っていう感じだね。その、もちろん、ただ、これ、投資とは言ったけど、その何か NISA とか株とかそういう話じゃなくって、自分の自己実現に対する投資ね。なんかその話を聞いてとか、自分が、資格を取りたくてとか、そういうのに対してお金を使うのは OK です。で、そこにお金投入しておくことによって、自分のこうスキルだったりとか経験値っていうのがちゃんと積み重なっていって、それをなんか最終的に何かこうお金なのか、なんか、なんだろう、他の何かかもしれないんだけど、まあ、回収しやすいのはお金だと思うんだけど、まあ、わかんないなまあ自分のそういう価値を上げるみたいな部分と、影響し合いやすくなるから、来週は自己実現とか自分磨き系の投資は割とおすすめのタイミングかもしれない、天秤座。はい。続いて。
いしょ。さそり座。うん。あれですね、なんか、最近ちょっと疲れてるんだな、きっと。なんか自分の中で、こう、マンネリ化してるみたいなことだったりとか、あとは、心がちょっと動きづらくなってるというか、まあ、心の動きが鈍くなってるだな。みたいなことがあるみたいなのね。そう。ただ、ちゃんと自分自身が、環境として恵まれてるなとか、家族から愛されてるなとか、いろんなこう、嬉しいこととか、幸せなことって、日々の中で見つけられてるはずなのね。サソリ座って本当はね。ただ、来週ちょっとそういうなんか幸せの部分から意識がそれやすくなっているみたいです。なんか、もっとこう、これがあったらいいのになとか、こういう風だったらいいのになみたいな不足感みたいなものがちょっと出やすくなっちゃってるのね。そう。で、その不足感が出てるっていうことは、なんか、なんていうのかしら。やっぱ自分に対してストレスがかかっている状態ではあるので、その自分にかかってるストレスっていうところからやっぱちょっと距離を置いてみるとか、ちょっと自分わかんない。でもさ、それにとって自分一人の時間っているのかなまあ一人の時間が心地いいよっていう、さすり座さんの場合は、ちょっと自分とこう、向き合うじゃないけど、自分の時間を大切にするみたいな時間をちゃんと取ってもらうみたいな感じですね。自分のための時間ちょっと取れてないんじゃない最近。自分のための時間をちょっと取ってみてもいいと思います。で、その自分のための時間のために何かこう家族だったりとか、友達だったりとか、そういう人を巻き込んだ方がなんかこう、心が安らぐよっていう場合に関しては、周りの人は巻き込んで OK です。自分のことをなんかこう癒す時間っていうのを来週はちょっと意識をして取ってみていただけるとよろしいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。そんな感じです、さすり座さん。で、いて座。いて座。なんか、いて座もスキルだな。スキルとか、何かこう、自分の、やりたいことだったりとか、経験だったり、資格だったりとか、何かこう、挑戦ですよね。金銭的なものになるため、金銭を得るための挑戦なのかな。まあでもスキルだね。いわゆる。スキル磨きが来週本当はしたいんですよ。いて座って。そう。ただ、このね、スキル、欲しいスキル、取得したいスキルっていうのが、ちゃんと自分が豊かになるとか、理想の世界に行くための道筋とずれてないかどうかのチェックだけ忘れないように。感情で突っ走ってないですかっていうところ。なんか自分がこれやってるさ、日々の地道な行動もそうなんだけど、なんかそういうのがずれ込んでないかいみたいな感じ。もともといて座って結構ハートで動いていくタイプの、星座なんだけど、なんかそのハートの動きみたいな部分がさ、鈍っていくと、だんだんちょっと頭で考えすぎてしまって、で、なんか、らしくないっていう言い方も変だけどね、ちょっとこう、周りから見て違和感があるようなとか、自分の中でもちょっとこう、きしみというか、違和感を感じるような行動なんだけど、これはなんか先々の、将来のために必要なものだからって言って、なんかこう自分を理性的にさ、理性的になんかこう、納得させてやろうとするみたいな部分がちょっと出てくるし、できるんですよ、いて座って。ただそれは、本当かみたいな部分。なんかそのスキルを取得するっていう部分に関しては間違ってはないと思うんだけど、それをどうやって活かすの？今行ってる日々の行動を、自分がこの行きたい部分がありますよっていうのがあって、
で、この行きたい未来像のところに、この自分がやってる日々のことを持っていった時に、持っていくっていうのは、ちゃんと一致してそう？大丈夫そう？みたいな部分をちょっと考えてみていただけるといいのかな。若干ズレを感じてる気がするな。はい、そんな感じでした。続いて、ヤギ座。ヤギ座。ヤギ座。そうね。なんだこのヤギ座。なんだ？なんかね、マッサージいや、マッサージっていうか、筋トレなんだけど、もっと正確に言うと、筋トレっていうかなんか筋肉をほぐすだな。なんかね、日々の生活の中でさ、こう自分が、やってきてることってあるじゃん。で、体に結構今ガタが来てるみたいで、ヤギ座。血の巡りがすごい悪くなってる感じがあるんです。でね、ヤギ座の中に、今あるエネルギーっていうのがあって、で、これ、うまく発揮できるタイミングなんですよ。で、うまく発揮できるタイミングなんだけど、なんか体の硬さが邪魔をしてる感じがあって。そう、だからなんか体をほぐす運動をしてほしいんだよね。そうね、肩をほぐす、肩甲骨をほぐす、ヨガをする、ストレッチをするみたいな。なんかそういうなんか具体的な何かこう体を動かす方法、1日10分とかでもいいと思うんだけどさ、それをなんかやってみてほしいなって気がするな。で、ヤギ座の中にある若々しさとかエネルギーとかっていうのを、生かしていくためには、やっぱり体の健康ってかなり大切なんだよね。から、そこを大切にしながら進んでいただけるといいんじゃないかなって気がします。はい。体をほぐしていきましょう。ヤギ座でした。で、水亀座。水亀なんか気が散ってるな。とりあえず目の前のことをコツコツやるタイミングなんですよ、水亀座さん。で、ただ、なんていうのかな。周りから邪魔をされてるような気がするとか、なんか、うまく集中ができないとか、そういう事象が起きそうではあるんです。ただ、この集中するぞっていう意識だけ持っておいて、で、優先順位をちゃんとつけてね、今日やるタスクはこれ、明日やるタスクはこれとか、まあ明日以降でいいタスクはこれみたいな感じか。っていう感じで、なんか自分のその、やることの優先順位をちゃんとつけておくことができれば、周りにね、あんまりこう、やいのやいの言われながらでも、コツコツ進んでいくことができそうなのね。から来週特にやってもらいたいなっていうのはトゥードゥリスト作ること。かな。なんか突然具体化してきたな。トゥードゥリストを作ってください。で、ちゃんとチェックをしながら進んでいく。で、そういうことができていけば、ちゃんとなんか自分の中で進んでないように思えるようなことだったとしても、ちゃんとチェックをつけて、大丈夫だな、できてるな、みたいな部分が見えてくると思うから、そこはね、安心してやっていってほしいな。周りの評価と自分の評価がちょっとずれるのかもしれないね。もしくは自分の中で掲げてる目標みたいな部分があって、それのなんか進捗が悪いような気がしちゃうのかもしれない。から目で見える状態、可視化できる状態にしておくと、ちょっと安心感が得られやすくなるんじゃないかなって思ったよ。が水亀座さんでした。最後。魚座。
魚座のバランスだな。なんかね、魚座もね、ここの色の影響がちゃんと入ってくるもんだから、なんかね、やっぱストレッサーとの距離感のバランスだね、これはどっちかっていうと。なんか、魚座の中でストレスをかけ、今の魚座にストレスをかけてきてるものとかっていうのがあると思うんだけど、このストレッサーとのバランスがちょっとこう、距離だよね、主に。主に距離感がちょっとなんかうまく取れてない感じがあるんだよね。から、そこだな。まあそもそも何が原因でストレスになってますかのチェック。で、次に、そのストレッサーとの距離感の取り方、それこそその我慢すればいいのかとか、なんか自分自身が行動を起こした方がいいのかとか、もしくは自分のなんか考え方変えればいいのかとかいろいろあると思うんだけど、そこのなんかバランス感ですね。純粋に忙しいんだったら、ちょっと自分の今抱えてるタスクみたいなものをちゃんと振り分け直してもらうみたいなところは考えてもらった方がいいと思う。結構あわあわしてる感じがあるので、その何に対してあわあわしてるのかっていうのをちゃんと見てもらえるといいんじゃないかっていうふうに思ったよ。そこかな。結構魚座もやることが結構まとまってるから、そうね、ストレッサーを探して、そのストレッサーに対して、どんな行動を取ればいいかっていうのを探していくっていうところに尽きるのかなとは思います。はい、そんな感じですね。なんか後半早かったな。なんかさ、来週みんなパッとしなくない？嫌じゃない？これなんか。私はちょっとなんか読みながら嫌だったから、嫌だったので、ちょっと、なんか追加で引いていいかなんか嫌だったんだけど。ちょっと待って、追加で引かせて。何がいいかな？来週。どうするとハッピーかな？まあ、そもそも、こいつがね、ストレッサーから距離を取れとか、ストレッサーとの付き合い方考えろっていうことをサファイアが言ってきてはいるんだけど、なんかそこだけだとなんか違う気がするから、来週、より、みんなが、なんかハッピーになるために、心に留めておいてほしいこと、みたいな感じでちょっと見てみようかな。なんか落差すごかったもんね落差が落差すごかったよね。よいしょ。あとね、そうだな。はい。切磋琢磨か。切磋琢磨だやっぱ対話なのか。対話なんだな、きっと。自分との対話が大事ではあるんだけど、なんて言うんだろう。それと同じぐらい、人との、なんか、会話とか、意見をまとめるっていうことが大事みたいだから、そうだな。意見をまとめるもそうなんだけど、あとは、ポイントとしては、自分のやっぱ立ち位置ですね。自分が何をしたいか、自分の立ち位置みたいな部分っていうのを明らかにさせること。そう。で、守りに入らないことだな。なんか、暑いんだかなんなんだかでもそんな感じ。なんか守りに入りすぎる、そう。守りに入りすぎるんだと思う。今週ってか来週。最近ちょっと守ってない自分のこと。そんな感じがあるぞ。
これ私にも言えることだな。なんか守りに入りすぎてます。でも、みんながやりたいことって守りに入って手に入るものではないんじゃないか。そらそうだよね。無基本の枠にたどり着いてしまってるっていうタイミングで、ちょっとみんなにはさ、何かこう熱いものがあるはずなんですよ。何か成し遂げたいのかもしれないし、なんか評価をもらいたいとかいろいろあると思うんだけど。で、何か出したいことがありますというところでね。守りに入るなっていうのはやっぱ言われてるわ。そう。から、ちょっと負荷をかけていきましょうか。自分に対して。みたいな感じかな。でもこれ負荷をさ、一人でかけるのしんどいと思うから、やっぱ頼れる人が近くにいる場合は頼ってみてもいいと思う。そういう人からももしかしたら何かこう、ちょっと厳しい言葉もらうとかあるかもしれないけど、でも今ってそれが必要なタイミングなんだろうね。から、ちょっと、力というか、気持ちを奮い立たせてというか、はい、やっていただけるとよろしいんじゃないかなとは思います。はい、そんな感じです。なんか、あれだな。もうちょっと軽やかな感じに落ち着かせたかったけど、そうならなかったな。まあでもこればっかりは仕方ないからね。それが占いですからね。都合のいいことばっか出ないもんね。はい、そんな感じです。ちょっと私も来週気合い入れるわ。そう、なんか私自身も気合い入れなきゃいけないんだよ。だから、なんか、みんなだけに頑張れ頑張れっていうんじゃなくて、無基本自身もちょっと裏で結構頑張ってたりとかするから、なんか、なんていうのかな。ある種さ、みんなでさっていうのも変だけど、なんかこう、麦穂と話をするとかもしよかったら取り入れてもらって、なんか自分が今後やりたいなって思ってることのキックオフ会をさ、麦穂と一緒にしませんか？よかったら。キックオフ、こういうことやりたいですとか、こういうことやりますっていうのを宣言して、なんか進み始めるみたいなね、ことを言うんですけど、キックオフ。そう。なんかそれをやろうみんなっていう感じです。はい。なるほどね。来週はキックオフなのか。なるほど。というところで、いつの間にやら11時も過ぎていたので、よいしょ。枠の方を閉じていこうかと思います。この金曜日の枠に関しては、おつほうと言ってくださった方の、お名前を呼んで終わっております。で、結構ね、コメントくださってる方もいれば、聞き戦でゆっくり聞いてるよっていう方もいらっしゃると思うので、なんかそこはね、皆さん引き続き、自分の何ですか？あれです。うまく出てこなくなっちゃった。何話したの？基本今。自分のね、心地よい距離感で枠とは接していただけたらと思います。ちょっと麦穂の、あれは、告知が結構あれなのよな。あるようでないんですよね、今のタイミングって。なんかそれこそ、月に、最大3回、占いコラムだったりとか、日々のなんかこう発見に、なるようなコラムを更新しております。満月と新月のタイミング。あとは、月に1回のタロットカード、運勢のお届けみたいな感じの、月3回更新のパターンと、満月と新月だけの更新のものとっていう感じで、コラムの更新をやっております。で、この、ウィークリーの占いと一緒に使っていただくことによって、今どういうことによりフォーカス当てた方がいいのかなとか、どういうことをしていくと、なんていうのかな、こう、進みやすくなるかなっていう部分だったりとかもそうなんだけど、あとは純粋にね、麦穂の応援したいですっていう方いらっしゃいましたら、ぜひサブスクプランの方ご加入いただけますと、麦穂がね、日々の、活動資金にしたりとかしていけますので、で、サブスクプラン、
加入者限定の結構特別な、割引だったりとか、先行公開情報だったりとかもあったりとかしますので、なんかお得に占いを受けたいなとかっていう方いらっしゃったら、ぜひ、ご加入いただけたらと思います。はい、そんなとこですかね。うん。あとは、まあなんか7月のね、タロットじゃない、ホロスコープか。うん、まだ7月お届け分間に合いますので、星占い星占いで自分のことしっかり知りたいな、みたいな方がね、いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方からもご確認いただけたらと思います。こんなところでしょうか。はい。本日満月ですのでね、皆さん心をちょっと、落ち着かせながら、リラックスしながら、過ごす時間を作っていきましょう。はい、というところですね。本日おつほ言ってくれたのが、西パンダさんとまるさんでございました。でね、のんびり、聞き戦で聞いてくださってる方たちもありがとうございます。で、高評価だったりとか、チャンネル登録まだできてないよっていう方いらっしゃいましたら、改めてこのタイミングで押していただけたらなっていうふうに思います。ってところかなってところですね。はい。それでは皆様、引き続き、この後も良い一日をお過ごしください。みんなまとめて、出荷よー。またねー。